さて本日のパパママカメラ教室第6回目はファミリー Vlog をシネマチックで作品性のある映像に仕上げるための撮影方法っていうのを紹介していきたいなというふうに思います。でシネマチックな撮影方法って聞くと何かすごい難しい撮り方だったり特殊な撮り方をしてるって思うかもしれないんですけど、実際の映画で使われている撮影方法っていうのは基本的には誰にでも簡単に真似できるようなシンプルな撮り方っていうのがほとんどです。それらを適切に使い分けることでストーリーをより深く視聴者に伝えることができます。なので今日はその中から初心者でもすぐに取り入れることができる7つの撮影方法を紹介していきたいなと思います。じゃあ撮影方法の話に入る前に一つだけ映画とファミリー Vlog の大きな違いをちょっと押さえておきたいんですけど、それが映像が誰の視点なのかっていう点です。で Vlog とかはパパやママが見ている視点で、話が展開していく一方で、映画っていうのは、カメラマンの存在を消してまるでその透明人間が撮っているかのような、客観的な視点で映像っていうのは組み立てられてます。でこれは視聴者に没入感を与えたり、あとフィクションではない物語の一部として自然にそこにある映像として見てもらうためです。でこの違いが撮影方法にも現れて、映画的に見せたいのであれば、最も大事なのが手ぶれ、このちょっと揺れる感じっていうのをやっぱり抑制するっていうのがカメラマンの存在を消す上で非常に大事になってきます。で僕がファミリー Vlog の撮影でよく使ってるのがこのだいたい 800g ぐらいのすごい小型な三脚で、これであればカバンの脇とか、あとはベビーカーの荷台に入れておけるので、こういったものは非常に重宝します。で Z シリーズであれば手ぶれ補正をノーマルに設定してカメラを構えて脇を締めて、できるだけ体に近づけてこうやって撮ることでかなり安定した映像を撮影することができるんですけれども、完全にブレを排除するっていうことは難しいので、そこは編集ソフトの手ぶれ補正と併用するといいんじゃないかなと思います。じゃあそしたら映像のパターンをいくつか紹介していきたいと思うんですが、最初に紹介するのはワイドショットって呼ばれる撮影方法です。で物語がどんな場所でどのような状況から始まろうとしているのかを伝えるために、大きく引いて周囲の風景を取り込む撮影方法になるんですけど、これがないと視聴者は状況をつかみにくくて、ストーリーがどこで展開されているかっていうのが把握しづらくなります。なので冒頭にこれワンカットでも入れておくっていうことが非常に重要になってきます。でこれ撮ってると意外とこのモニター越しだと人物が小さすぎて大丈夫かなっていう風な感じでちょっと近づいていっちゃうんですよね、どんどんで不安になるかもしれないんですけれども、それくらい引いて撮っておいた方がいいです。最終的にはスマホとかテレビといった、このディスプレイよりも大きい画面で見る場合にはそのくらいの方がむしろちょうどいいんじゃないかなと思います。人物を小さく映すことによって、広さだったりあとスケール感っていうのを強調できるのもまたワイドショットの特徴です。ニコンの Z5-2 とか Z6-3 など多くのフルサイズ機であれば 6K で撮影することができるので、編集時にズームしても最終 4K で書き出す分には画質が損なわれないので、これもおすすめになってきます。で 6K で撮影しておいても後から寄っていくことはできても引くことはできないので、なので思い切ってもう離れて撮影してみるといいんじゃないかなと思います。また撮影時のレンズなんですけれども、これはですねだいたい 16mm から 24mm くらいの広角レンズで撮影すると被写体から極端に離れなくても広い景色や環境っていうのをしっかり取り込むことができます。ワイドショットで空間全体やシーンの雰囲気を見せた後に効果的なのがフルショットです。フルショットでは人物の全身がちょうど画角に収まるくらいの範囲で撮ることによってその場にいる人物が誰でどんな姿なのか、その環境の中で一体どういった立ち位置にいるのかっていうことを伝えることができます。またフルショットでも周囲の状況を伝えるには、十分なほど背景も一緒に映るので、その状況とあと人物の行動をセットで切り取るっていうのにはまさに最適です。
例えばね、こう歩いているだけでも、どんなところを歩いているのか、どこに向かっているのかということが分かりますし、あとは座るとか子供を抱きかかえるといった人物の動きっていうのも自然に捉えることができるので、風景中心のワイドショットからこのように空間の中にこう人物が加わることで物語が始まる瞬間へと展開させていくことができます。で、フルショットではだいたいですね 24mm から 35mm くらいの画角で撮影すると人物の全身とあと周囲の状況をこう自然に収めやすくて、広さを十分に保ちながらも歪みの少ないねこうバランスの良い映像を撮ることができます。フルショットで人物のこう全体を見せた後にさらにそこからこう一歩寄って撮影するのがミディアムショットになります。だいたい腰の上かもしくはねこう胸の上あたりからフレーミングすることが多くて、人物のその表情だったりあと仕草をより強調できるのが特徴になります。で、視聴者にとってこれはフルショットの人物を知るっていう段階から人物の気持ちをこう感じ取るっていうような段階に進むイメージですね。でまさにね今皆さんが見ているこの映像も、いわゆるミディアムショットになるんですけど、僕が今こう喋っている内容以外の、仕草だったりあとはこう表情からもいろいろとこう汲み取れるように会話のシーンであったりあとはインタビューなどね、まさにこう人物を撮影する上では基本となるパターンかなと思います。で他にも日常のちょっとした仕草を見せたい時にも最適で、例えばね、このように子供が初めて見る海にこう少し興奮している様子だったりだとか、お母さんのこう優しい表情っていうのがしっかりと映るので、ストーリーの流れを視聴者に理解させる上において非常にこう重要な役割を果たしてきます。そしてミディアムショットは 35mm から 50mm くらいの、人間のこう視野に近い自然なこうパース感が得られるレンズで撮影すると、実際にその人とこう対面した時と同じような見え方になってきて、違和感も少なくなるので自然と映像にこう親近感や没入感を与えることができます。でミディアムショットで人物の仕草や表情が見えてきたらそこからまたさらにこう寄って撮影するのがクローズアップショットになります。顔や手といったこう一部分を大きく映すことで視聴者の視線をそこにこう集中させて、で感情とかあとはディティールを強く印象づけることができます。例えば人物の顔にこうぐーっとクローズアップしていけば安堵とかあとは緊張といった、わずかな感情の揺れまで伝えることができますし、その仕草などから繊細なこう雰囲気っていうのを象徴的に表現することもできます。でさらにクローズアップは緊張感を高めるといった効果もあって、人物の表情にこう極端によることで心理的なこう圧力を加えるであったり細部を切り取ることでなんかこう次に何かが起こるのかっていうようなこう期待とかあとは不安もね生み出すことができます。ただしね、多用しすぎると状況を見失いやすくなるため、ワイド、フル、ミディアムと組み合わせて使うことで映像全体にリズムや抑揚をね作り出すようにした方がいいかなと思います。でレンズに関しては、これは 50mm から 85mm くらいがおすすめになってきます。ぐーっと寄って目とか手元といったこう小さい部分も強調するときに中望遠の圧縮効果で背景をねこう整理することができるので、視線をしっかりとそこに誘導させて緊張感とか感情といったね、そういった部分を強くね印象づけることができるんじゃないかなと思います。そして次に紹介するのはここまでにお伝えした撮り方と組み合わせて映像に動きを加える方法としてプッシュインとプルアウトっていうのがあります。でプッシュインっていうのはカメラを被写体にこうやってぐーっと近づけていくっていうような動きですね。でこれをワイドショットに使えば、広い景色の中から人物にこう視線をねこう誘導することができて、ミディアムショットだったりあとはクローズアップで使えば、感情の盛り上がりっていうことをさらにね強調することができます。視聴者を映像にこう自然とこう引き込んでいって物語がこう革新に進んでいくみたいな流れをね作ることができるのが特徴かなと思います。でプルアウトっていうのが逆にこう被写体からこう徐々に離れていく動きで、人物から徐々にねこう引いていくことで周囲の状況や空間をね広く見せられて、シーンをまとめて余韻を残すっていうのにすごく効果的かなと思います。
でこの2つはジンバルとかスライダーを撮影時に使って行うのが理想ではあるんですけれども、編集時にズームインとズームアウトを加えるのでも、これもでも全然問題はないです。三脚にねこう乗せて静止画的なカットが連続しすぎちゃってちょっとねこう単調だなっていう感じる場面なんかにも、映像全体にこう抑揚を生み出すことができるので、特にね少し長めのカットで使うと効果的なんじゃないかなと思います。そして最後に紹介するのは冒頭でもお伝えした、これぞ Vlog 的な撮影方法となる POV ショットになります。POV とはポイントオブビューの略で、ある主体からの視点っていう意味になるんですけど、カメラを被写体のこう目線に置くことでその人物になったかのように映像に入り込むことができます。言ってしまえば普段からカメラとかスマホを外側に向けて撮影しているのは基本的に全部 POV とは言えるんですけれども、少しね撮影の仕方を工夫するってなると、例えばねこう、撮影時なるべくこう自分の視点とこう連動するような撮り方で撮ってみたりだとか、あとは手とか足など体のねこう一部をあえてフレーム内に入れることによって視聴者がねこのカメラに対する意識っていうのが薄れていくので、一層のね没入感を与えることができるんじゃないかなと思います。また POV っていうのは、広く見れば人物である必要もなくて、掃除機の POV でもいいかもしれないですし、あとは鏡側からの視点っていうような POV といった風に、少しこう撮り方を工夫すれば日常のワンシーンであっても面白いね見せ方をすることができるんじゃないかなと思います。で僕らが撮ろうとしているのは、あくまでそのシネマチックなファミリー Vlog なので、やっぱり何より自分のこう視点を残すっていうこと自体に大きな価値があると思っていて、例えばねこう小さい子供をこう抱きかかえるような瞬間の映像なんていうのは本当ね10年後とかもう20年後とか見返した時にもうきっとこう自分だけのその特別な思いっていうのがそれを見て蘇ってくるんじゃないかなというふうに思います。以上がね本日紹介する撮影方法になるんですけれども、最後に一つ三脚を使った撮影でおすすめなのがニコンのスナップブリッジを使用する方法です。家族の思い出を残す、ファミリー Vlog なのに撮影してるパパやママがこう全く出てこないっていうのもやっぱりちょっと寂しいじゃないですか。そんな時には三脚にカメラを置いて自分もそのカメラの前にね回り込めばそれでいいんですけれども、その時にこのニコンのスナップブリッジのリモート撮影機能を使用すると、カメラから離れた位置でもスマートフォンでね映像をプレビューすることができるので、立ち位置だったりだとか、あとはこう見切れてないかななんていうのを確認しながら、そこからねスマホ経由で撮影の開始停止もすることができますし、ホワイトバランスといった設定もね調整することができるので、ぜひねこちらも活用してみてほしいなと思います。はい、というわけで本日はね非常にシンプルかつ代表的なショットタイプとあとカメラワークを紹介してきたんですけれども、いざ撮影方法に悩んだらとりあえずね、ワイドショットから始めて、少しずつこう寄っていく、そして今度は少しずつ離れていくといったような、撮り方を繰り返していくだけでもずっとね POV 視点で撮るよりかははるかにシネマチックな映像に仕上がるんじゃないかなと思います。もちろん必ずしもねこの順番で撮るっていう必要はなくて、逆にクローズアップから始めてこう周囲の状況がわからない状態の中からこう徐々にこう引いていくと、これなんかはちょっとこうミステリー感がある演出になったりもするので、同じ撮り方でもこの順番の工夫だけでもね結構受け方っていうのは大きく変わってきます。でストーリーを組み立ててシーンに最適なショットタイプで、撮影することができればさらにねシネマチックに仕上げることができるんですが、そのあたりはちょっとね、別に機会があれば解説していきたいなと思います。まずはね本当いろいろな距離やアングルから撮るっていうことを意識することから始めるのが難しくもないですし楽しいと思うので、ぜひねチャレンジしてみてください。はい、それではね本日の動画は以上となります。今回の動画が参考になったらぜひねチャンネル登録とグッドボタンで応援していただければなと思います。それでは皆さんまた、次の動画でお会いしましょう。ピース。